今週の出雲ラボは有液ポンプを購入したので紹介します。普段あまり見ることのない有液ポンプとは一体どんなものなのでしょう。今週の動画ではせっかく買ってきた有液ポンプを動かす前に分解したりモータードライバーで動かしたりしてみます。よかったら最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週はマイコンでステッピングモーターを回すつもりだったんですけど、有液ポンプなるものを Amazon で見つけてしまって、つい購入してしまいました。というわけなので、今週はその紹介をします。で、有液ポンプって何ですかって話なんですけど、あまり馴染みがないですよね。僕も実は実物をあまり見た覚えがありません。で、購入したのがこれ。まあまあ飲んでたんです。電動ポンプとも言うらしい。AI に聞いてみた結果がこれ。主に医療現場で使われるんだとか。液体を一定の速度で供給したいときに使うようです。ものとしてはこんな感じで、透明容器の中に3つのローラーとチューブが入っています。モーターの力でこのローラーがぐるぐると回ってチューブの中の液体が押し出されるというちょっと乱暴な作りです。分解しました。一回も動かす前に。作りは割とシンプルです。モーターを動かすので DC 電源が必要です。電池や電源を直接モーターにつないでもいいのですが、ちょっと晴天と逆転を制御したかったので、モータードライバーを準備しました。東芝のドライバー。動画で使っているのはちょっと基板の見た目が違うのですが、これと同じ IC です。ちなみに DIY や電子工作でおなじみのこれも試したんですが、全然ダメでした。電流が足りてなかったみたいです。では、分解の様子から。なんでいきなり分解してるのか、本当に意味わかんないですよね。ネジを外すと、蓋が取れます。この後、チューブを引っこ抜くのが正解なんだろうと思いますが、この時はわからなかったので、外せるネジを全部外しに行ってます。モーター抜いて、ちょっと悩んで、チューブとローラーが外れました。モーターにはピニオンギア。これでローラーを回すようです。部品はこれだけ。ちょっと話が飛ぶのですが、嫁様がハンダの鉛について気にするようになったので、今更ながらファンを使うことにしました。3年くらい前に作ったカバン取り付けファンが役に立ちそうです。今度はこれに活性炭フィルターをつけてみましょう。組み直すのにちょっと苦労しましたが、それは置いといて、動かすための配線をしましょう。いつもの電源ケーブルの被覆を向いて、フラックスをつけて、モーターの端子とケーブルに予備ハンダー。そしたら曲線は考えずに、とりあえずつけちゃって、ケーブルの反対側にはピンクネクタをつけます。ドライバーを準備します。これどこで買ったんだろうな。もはや覚えてないキットを取り出しまして、
配線間違えて事故るのも嫌なので、裏返しにつけることにしました。このまま順繰りにつけていきます。モータードライバーの基板らしく、ところどころハンダが難しいピンがあります。レイアウトがちゃんとしてる証拠ですね。モータードライバーって意外と配線とかレイアウトとか気を使うんですよ。このボードは本来モーターを2個動かせるのですが、今回は片側だけ使います。黙々とハンダ付けを進めます。あ、ファン動かすのを忘れてました。結構煙を吸い取ってくれます。フィルターが届くのが楽しみですね。ハンダ付け終了です。ブレッドボード上に組んでいきます。まずは電源ピンをつないじゃって、続けて制御ピン、PWMA と STBY を VDD につなぎます。今回は A のチャンネルを使いましょう。上下の電源レーンをつなぎます。電源ジャックとモーターのケーブルもつないでしまいましょう。準備完了です。水を入れたカップと受けの容器を準備しました。チューブは延長してあります。片方を右につけて、電源パネルは 5V の出力につなぎました。ここでドライバーの入力 A-IN2 を肺につなぎます。回り出しました。右の容器から水が吸い出されていきます。左の容器に水が出てきました。あんまりたくさんは流せないですかね。A-IN2 から線を抜いて A-IN1 を肺にしてみます。水が逆流して戻っていきます。右の容器に泡が出始めました。輸液ポンプは液体だけじゃなく気体も動かすことができるんですね。チューブが空の状態でも液体を吸い出せるのは結構便利です。はい、というわけで輸液ポンプというものを動かしてみました。面白い仕掛けですよね。ポンプ自体が液体に直接触れないから汚染の心配がないとか逆流しにくいとかいろいろメリットがあって医療分野で使われてるみたい。反面ちょっとうるさいとか水量が出せないとか弱点もあるようです。実はこれ何に使うかは決めているので、次は実用に向けて工作しようと思っています。お楽しみに。さてここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とかチャンネル登録とかよろしくお願いします。あと何か質問、リクエストなどありましたらコメント欄までどうぞ。ではまた次の動画でお会いしましょう。